ご視聴ありがとうございます。今回は、京王線最大のターミナル、新宿駅のご紹介です。3面3線のホームの巧みな運用と、下り方に潜む困ったポイント、その裏にある苦闘の歴史をご紹介します。新宿駅と聞いて、この改札を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。以前ご紹介した、府中競馬正門前駅の動画にも映っていたこの改札は、駅の終端寄りにあり、メインの改札の一つとなっています。柱などには、赤を中心にしたデザインが施されています。目の前にある大階段の横を一旦素通りして、反対側へと行きます。改札の間には、ホームとをつなぐ階段が左右に居座っています。この反対側には、JR などへの乗り換えが可能な、もう一つの改札があります。こちらの改札は青を中心にしたデザインとなっており、色で区別できるようになっています。そろそろ、ホームに降りてみましょう。一番奥の階段には、1、2と書かれています。一方、3箇所ある大階段のうち、中央の1箇所には、降車専用ホーム、ここからはご乗車できませんという掲示があります。左側には3と書かれた階段があり、多くの乗客がこの階段から降りるのについていき、ここからホームに降りていきます。中央にそびえる V 字型の支柱があるので、少々通行しづらいですね。階段は途中で踊り場になり、踊り場からホームに降りる部分は階段の中央にのみあります。柱は踊り場だけではなく、降り切った場所にもあります。変わった構造ですが、これは踊り場から上の部分が線路に若干張り出しており、下では幅が確保できないからです。ちなみに先ほどの支柱は、踊り場の下側にも突き出しており、全体では X 型の形状をしています。ホームの終端部へと行きましょう。大階段を通り過ぎると、このホームは少々狭くなります。そして線路の突き当たりには、一面の壁が待ち構えています。投炭式と呼ばれる、行き止まりの線路とくし形ホームを組み合わせた駅の場合、突き当たりよりも先に改札が並んでいるのが一般的ですが、この駅では壁の向こうに駐車場があるため、正面に改札を設けることができず、改札が一つ上の階にあるのです。突き当たりにも別の階段がありますが、規模は小さく、メインルートではありません。先ほどの階段の大きさは、単にターミナル駅だからというだけではなく、乗客の大半をこの階段でさばく必要からでもあるのです。ここから、この駅のホームと線路を順番に見ていきます。この駅は3面3線となっており、ホームは乗車用2面と降車用1面から構成されています。3つの線路はすべて重量対応ですが、その役割は少しずつ異なっています。今私がいる線路が3番線で、ここは主に特急用として使用されており、先日のダイヤ改正まで運行されていた準特急も、主にこのホームから発車していました。その左側にあるのが、2番線と3番線の降車用ホーム。2番線は快速や急行用である一方、有料列車である京王ライナーや、高尾山観光向けの列車であるマウント高尾号も2番線からの発車で、ライナー専用の乗車口案内も2番線にしかありません。2番線の乗車用ホームは1番線と共通です。そして1番線はホームが1面しかなく、降車客と乗車客が交錯してしまうため、基本的に各駅停車専用となっています。ちなみに今映っている車両は2000年にデビューした9000系です。この車両は8両編成で、貫通扉の周りがデコボコしているのが特徴です。一方9000系には10両固定編成もあり、こちらは9030系と呼ばれ、都営新宿線にも直通できる仕様です。9000系は2両編成の多形式と連結して10両にできますが、8両のまま運行される列車もあります。話が少々それましたが、これが新宿駅の3面3線のホームの大まかな解説です。3つのホームはホームドアの色も異なり、違いがわかるようになっています。3つのホームを特性に合わせて使い分けている一方、3面しかない割にホームの幅が全て異なっていたり、柱が中央からずれている箇所もありますが、これらは、この駅が歩んできた苦難の歴史によるものです。これからホームの下り方に行き、この駅が抱える変わったポイントをさらっていきます。それほど広くない印象だった3番線は、先ほどの大階段のあたりで一気に幅が広がります。あの大階段の手前にはエレベーターがあり、大階段の横には、さらに別の階段とエスカレーターがあります。なお、エレベーターは1番線と2番線の乗車用ホームにもあります。
ホームの端にあるエスカレーターや階段も、大階段と同じく上の改札につながっているものですが、幅が狭いのが気になりますね。階段を抜けてしばらく進むと、ホームの幅が広がります。柱が線路側に寄っているため、ホームの後ろ側はある程度ゆったりした感じです。ただしホームの幅は徐々に狭まっていき、足元にある乗車位置案内の線も、徐々に長さが切り詰められていきます。乗車位置案内は、青が先発、緑が自発。先発が線路に向かって右側にあります。3列で並ぶ案内はそのままですが、この辺りで線が斜めになります。そして前方には、ホームを斜めに横切る柱が。この柱は乗車位置案内にも干渉し、線が折れ曲がる箇所も多くなります。そして下り方から3両目あたりのところでは、別の改札へ上がるエスカレーターが線路のすぐ横にあります。この場所にはすぐ後ろに柱があるため、先発の乗車位置案内しかありません。エスカレーターの横にある狭い通路を通り、下り方へと向かいます。右側の壁はじりじりと線路に近づき、ターミナル駅の速達列車用ホームとは思えない狭さになっていきます。このエスカレーターの裏にも乗車位置がありますが、こちらも先発のみとなっています。この狭いホームは終端部まで続き、この先には構内通路が続きます。今回ご紹介しているのは、京王線の新宿駅のうち、京王線新宿駅と呼ばれる方です。京王線は手前の笹塚駅で2つに分岐しており、ここより深いところに、都営新宿線との直通のために作られたもう一つの新宿駅、新線新宿駅があるのです。笹塚から新線新宿までは、京王新線と呼ばれています。それらのご紹介は、また別の動画です。3番線の先端から続いているのは、都営新宿線、大江戸線に通じる通路。改札内乗り換えが可能な通路となっていることもあり、狭い割には混雑します。拠点駅同士をつなぐ通路がこれだけというのも引っかかりますが、この駅の変わったポイントは、それだけではありません。ホームの下り方を、もっと細かく見ていきましょう。車体とホームドアの間には、ギリギリで人が通れそうな隙間がありますが、通り抜けはおやめくださいと書かれた注意書きがあります。また、その手前にある空間には、ここでの乗車待ちはご遠慮くださいと書かれた注意書きまであります。乗降をスムーズにするため、2番線と3番線では、一部の列車を除いて両側の扉が開きます。降車用ホームも乗車用に負けない狭さで、このホームだけ、幅が狭いためか、下り方の2両分ほど柱がありません。そしてその下り方が、癖のある構造になっています。ホームの先端からすぐ、トンネルが右にカーブしています。駅を発車すると、半径110メートルの右カーブに差し掛かります。そのカーブの途中で1番線が2番線と合流し、すぐに急勾配になります。JR などと並行にホームを構えていた京王線は、ここでほぼ直角に向きを変え、西へと進んでいきます。分岐器がすべて、このカーブの部分と、その先に設けられています。速度が出ていないところで急勾配という、なかなかの悪条件です。勾配を上がりきったところでダブルクロスポイントを通過し、ここから地上に出るまでのおよそ3キロにわたって、地下区間が続きます。ここから先の地下区間も見どころ満載なのですが、それはまた別の動画でご紹介します。1番線は先端がカーブにかかっており、車体とホームの隙間が空いています。速達列車を中心とした2番線と3番線はほぼカーブにかからずに済んでいますが、車体は左右に揺れており、無理をした線形であるように見えます。一方、この線形と分岐器の配置のため、ある変わった取り扱いが見られます。これは、平日の朝ラッシュの様子。3番線から発車する下り列車は妙に低速で、ホームから抜け切る前に停止してしまいます。その左側、2番線には、上り京王ライナーが到着です。3番線の列車はこの先のダブルクロスポイントの前で停車しており、発車時刻になると、ポイントが開通していなくてもその前まで進みます。ポイントが開通してから扉を閉めると遅延が発生しやすいですが、このような取り扱いとすることで、定時性を維持できるというわけです。相変わらず狭くてぐねぐねしたホームが気になりますが、それだけではありません。ここから後ろを向き、降車用ホームを終端部へ向かって進んでいきます。幅の狭いホームにある柱はホームの中央ではなく、ホームに対して斜めに設置されています。降車用ホームとはいえ不親切な配置であり、
朝のラッシュ時は10両編成の最後尾まで混雑することから、この辺りは大渋滞になります。しかもこの柱、途中から2本に増え、幅が広くなったホームが有効活用できなくなってしまいます。この場所は、下り方から順に番号が振られた10両編成のうち、4号車と5号車の間にあたる場所。そして、5号車と6号車の間にあたる場所から、柱はほぼまっすぐ並び、ホームもそれほどぐねぐねしなくなります。この辺りに何かがあるように思えますが、それはさらに下り方、降車用ホームの柱がなくなるあたりから見るとよくわかります。ここからだと、2番線側の柱の縁が車止めに向かってほぼまっすぐ伸びているほか、右の乗車用ホームをズームすると、ホーム上の柱がなく、奥まで見通せる位置関係になっています。3番線ホームも同じで、左側をズームすると、柱が途切れている箇所が奥まで見通せます。先ほどホームを横切っていた柱は、このラインに沿う配置です。そして最後のピースが、3番線の下にひっそりと残っています。なぜかライトで照らされているホームの下にあるものが、47年の時を経て今も残る、この駅の改造の歴史の証拠です。京王線新宿駅の変化を、構内図で説明します。現在では3面3線、すべての線路が10両対応ですが、この駅が地下化された1963年当時、構内は5面4線、6両対応の施設でした。両端以外のホームは同じ幅で、すべての線路が乗車用と降車用に分離されている、堂々たる施設でした。ただし、当時の1両は20メートルではなく18メートルで、編成の長さは100メートル余りでした。それまで地上にあった京王線は、新宿駅の直後で大通りと平面交差するなど、路面電車の雰囲気の残る路線でしたが、新宿地下駅の開業で、郊外路線へと進化を遂げます。右側に映っているのは、ほぼ同じ時期にデビューした京王の名車、5000系です。それまでの車両とは違う、アイボリーにエンジン帯の塗装、正面に貫通扉を備え、先頭部の窓が横まで回り込んだスタイルで、京王線のイメージは大きく変わります。一方、地下化されて以降、輸送量が急増する中で、この駅はネックとなります。1968年に7両編成を運行するにあたり、一旦ホームを延伸して対処しましたが、大掛かりな工事なしに対処できるのはここまででした。さらなる増結のため、1975年10月、旧4番線を閉鎖して3番線のホームを伸ばし、1線だけ8両対応となりました。ところがこれでは増大する輸送量に追いつかず、1979年4月、10両対応に向けた工事が始まります。部分的な改修では対応できず、京王は当初上り方への延伸を検討したものの、駐車場を管理する行政との協議がまとまらず、下り方への延伸が決まりました。ホームのすぐ横にあった渡り線を、カーブのさらに奥、300メートルほど移設した上で、捻出したスペースにホームを伸ばすことになりました。多くの埋設物があり、作業時間も終電から始発の間のみだったため、工事は3年半にわたって続き、1982年10月、ついに新宿駅の改良工事が完成。3線すべてが10両対応となり、翌11月から、ついに10両編成が乗り入れるようになりました。もともとあった線路の位置に、階段などが追加されたことがわかります。なお、この工事が完了する前に、隣の笹塚駅から分岐する、京王新線が開業しました。この路線は都営新宿線との直通のために建設されたもので、途中駅も含めて10両対応だったため、京王線新宿駅の開業が終わる1年余り前の81年9月、一足早く10両編成が乗り入れています。一度作ったホームを徐々に伸ばしたため、このホームの奇妙さは多くの場所に残っています。私がいるのがかつてダブルクロスポイントがあった場所であり、降車用ホームに柱がないのが、柱を設けるほど線路間隔を広げなかったことが要因です。一方、反対側の柱が並んでいるあたりは、ホームを出た直後で、両側で線路が合流して柱が設けられないため、中央に2本集めたというわけです。ホームの柱が中央からずれているのは、一部の線路を移設したことが要因で、ホーム中央の奇妙な柱の配置も、もともと線路があった部分に柱がないからです。線路を減らしたことで空いたスペースはホームになり、場所によっては階段やエスカレーターが設けられましたが、もともとあった大階段の配置は変わらなかったため、動線が少々分散しています。左右にも注目ですが、上下にも注目です。序盤で映っていたマウント高尾号のカット、何か気づかないでしょうか。
実はこの駅、下り方の部分がわずかに上り勾配になっており、ズームを効かせてみると、ホームドアの底面が傾いているのがわかります。そしてこの工事の名残は、駅の先にも残っています。もともと、渡り線が移設されたあたりは駅の外だったため、この前後には普通の勾配がありました。渡り線の手前に不自然な急勾配があるのは、渡り線の移設にあたってポイントの勾配を緩やかにする必要があり、渡り線にかかっていた勾配を手前に寄せたためです。そして、3番線ホームの下、ライトで照らされたところにあるのは、かつて4番線へと繋がっていたレールです。かつては他にも痕跡がありましたが、駅のリニューアルやホームドアの設置に伴う改修で姿を消しています。駅のところどころに見られる変わった構造の裏には、輸送力増強に追われた京王の苦労の歴史があったのです。ご視聴ありがとうございました。